どうも、モブです。今回は、影の軍団の性能評価についての動画だよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、ベル。ベルは、初めて剣能を2つ持つ影になるよ。剣能の内容は、パーティー全体の攻撃力と、クリティカルダメージが 5% 増加する効果で、バルカとケルベロスのハイブリッドな感じだね。また、スキルは、ミノベの能力を一部引き継ぎ、パーティー全体の HP を 10% 回復させる捕食回復と敵が受けるダメージを 5% 増加できる断罪を持ってるよ。個人的な評価としてはスキルは十分強力だけど剣能の組み合わせが惜しい感じかな。クリティカルダメージではなくクリティカル確率なら圧倒的に価値の高い影になってたと思うよ。それでも全体的な評価は高いので育成優先度は高めかな。次は牙。牙の剣能はパーティー全体のコア攻撃 40% 増加だよ。この剣能はアリシアのようにコア攻撃に特化したハンターに最適だね。しかしアリシア率いる水属性パーティーは現状一番弱い属性であるため影としての価値がかなり低いものとなってるよ。さらに剣能が強力なためスキルも大した効果はなく育成優先度は低めに設定してるよ。今後はおそらくアリシアのように一定周期でコア攻撃に特化したハンターが実装されるため余裕がある人は進級を進めておこう。次はカイセル。カイセルの剣能はパーティー全体の必殺技ダメージを 9% 増加してくれるよ。この剣能はシャーロットのような必殺技が強力であり高い頻度で打つことができるハンターにおすすめだね。またスキルには移動速度増加を持っており土器の戦場チャレンジでは必須級の影になるよ。その他にも光の攻防のバランでもリーダーとして使う場面があったり全体的にスキルの倍率が高いためサブ枠に編成することもたまにあるかな。そのため育成優先度はやや低めに設定してるよ。個人的に使う頻度に合わせて判断し育成を進めよう。次はバルカ。バルカの剣能はパーティー全体の攻撃力 7% 増加だよ。この効果は次元進化に古文より高い効果であり非常に強力だけどベルの剣能と比較すると価値が低くなるかな。その代わりにスキル効果でクリティカル確率増加が追加され自身でも火力を出せる影に進化したよ。個人的な評価としてはベルの追加により以前より育成優先度は少し低く設定することになったけど水篠との相性が良い剣能であるため影全体の中では育成を少し優先気味にしてもいいかな。次は岩尾。岩尾の剣能はパーティー全体の通常スキルのダメージを 12% 増加してくれるよ。これは非常に強力であり通常スキルが強いハンターや水篠にとって最適な影になるね。またこれまでに紹介した影とは違い通常スキルの火力を底上げしてくれるためどのハンターとも相性が良く剣能だけで見た場合圧倒的に強い影かな。しかし剣能が強すぎるためまた原作には登場しないためか特に目立ったスキル効果は持っていないようだね。それでも現状影の中でも評価は高いので優先して育成しよう。次はタンク。タンクの剣能はパーティー全体の防御力を 12% 増加してくれるよ。現状トーマスや会長シャーロットのように防御力系のハンターが強い環境では評価が少し高くなってる感じかな。しかし使用用途も限られていてスキルも強力な部類ではないため育成優先度はやや低めかな。次はケルベロス。ケルベロスの剣能はパーティー全体のクリティカルダメージを 8% 増加してくれるよ。この剣能はバルカのようにベルの追加により少しだけ価値が下がったかな。それでもスキルの燃焼は永続で受けるダメージを増加させる効果がありサブ枠として
優秀な影になるよ。さらに、今回の新たにスキルが追加され、燃焼効果のスキルを2つ持つ状態になったよ。このおかげで、対複数の敵や、片方のスキルが命中しなかった保険として扱われ、サブ枠としての評価が上がったね。そのため、育成優先度は高めにしてるよ。次は、イグリッド。イグリッドの権能は、パーティー全体のクリティカル確率を 8% 増加してくれるよ。この権能は、現状、クリティカルが出れば、2.5 倍から3倍に近いダメージを叩き出せるクリティカル環境。また、野獣アーティファクトが強いとされる環境では、最強格のリーダースキルになるね。さらに、クリティカル確率は、戦力や敵のレベルに応じて、大幅に減少し、減少した数値を補ってくれる。イグリッドの権能は、とても強力なものとなるよ。また、スキルにも、ケルベロスと同様に、優秀な出血効果が2個あり、回復数や、命中しなかった時の保険として、優れた性能になるね。しかし、燃焼とは違い、敵によっては、HP に比例するダメージ無効のパッシブを持っているため、限定的な効果になる場合があるよ。個人的には、今後さらに、敵のレベルが増加していくにつれて、敵のクリティカル耐性も大きくなるので、イグリッドの価値や育成優先度は、かなり高めになるかな。次は、アイアン。アイアンの権能は、パーティー全体の HP を 12% 増加してくれるよ。この効果は、非常に強力であるのに対し、現状、HP 系のハンターで火力を出せるのは、エマくらいかな。また、使う場面としても、土器の戦場のハンターモード、バルカの時に限定されているよ。しかし、スキルでは、防御力減少の効果を持っており、水しのがいない、ハンターモードでは、貴重なデバフ効果になるね。そのため、個人的な評価としては、サブ枠に編成する頻度も高く、今後のハンターの期待値も含め、育成優先度は高めに設定してるよ。次は、影のランキングと、一般的な編成についてだよ。ランキングに関しては、これまでの説明から察することができると思うけど、イグリッドと岩尾が圧倒的に価値の高い影になるよ。また、その他にも、ベル、アイアン、ケルベロス、バルカは優先して育成して良い範囲かな。一般的な使い方に関しては、推奨戦闘力より高い場合や、敵のレベルが低いステージでは、岩尾中心、推奨戦闘力より低い場合や、敵のレベルが高い場合は、イグリッド中心かな。また、その時の状況に応じて、リーダーを変更する必要もあるよ。サブ枠は、ケルベロスはほぼ必須で、ベルは見延べ、アイアンは水しのに効果を打ち消されるため、編成する場面で、調整する必要がありそうだね。最後は、影の軍団の重要性について説明していくよ。これまでに、それぞれの影について評価してきたけど、影の軍団は、普段使わない影をグレードアップ、または進級させることで、影の軍団の全体的な戦力や、レベルの最大値が増加するよ。簡単に言えば、次の影に対して、素材を温存することも大切だけど、使わない影を強化して、影全体の戦力を上げることが重要だということだね。影の軍団の戦闘力は、影が追加、また新旧要素などが加わることにより、大幅に増加するよ。今回がそのタイミングだね。また、この戦力は、バトルランクや、パーティー戦力にも反映されるため、戦力ゲーとも言われる。このゲームでは、無視できない要素になるよ。しかし、実際に影を強化しようと思うと、素材が圧倒的に足りない状況だよね。そんな中でも、世界を代表するトッププレイヤーの人たちは、今回、追加された全ての影を将軍まで進級させたり、影の戦力だけで20万を超えているよ。そこで、そのトップ勢の人たちが実践している、素材の集め方を紹介するよ。こんなにも、素材に差が出てしまう理由は、ゲートの鍵を購入しているか、していないかだね。もちろん、課金パックの中には、影の素材が含まれているものもあるけど、ゲートによる素材獲得が大きい割合を占めているよ。この詳しい内容は、以前、
右上のサムネの動画で説明しているので、気になる人は見てみてね。さらに、この動画の後に、ゲートの仕様が変更され、以前よりも魔法石150個で購入できる鍵の数が増えたり、影エネルギーの獲得期待値も増加していることから、確実にゲートの鍵の購入がもたらす影響は大きくなったと断言できるよ。さらに、ゲートの攻略回数が増えることで、マナ石や強化素材、魔力エキス、アーティファクトチップ、経験値などを他の人より多く獲得できるよ。正直、効果を体感できるのはかなり後になるけど、塵も積もれば山となるという言葉があるように、一番めんどくさいと言われているゲート攻略こそが強くなる秘訣でもあるよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。